皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、まず前半においてはウクライナ情勢関連の話題、そして後半においては日中関係の安全保障関連の話題をしようと思います。まず最初に取り上げるウクライナ情勢関連の話題。ロシア軍による大型ドローンによる攻撃は連日のように繰り返されています。ロシアは国内での生産体制を増強しています。人手不足に対応するために工場の拡張を進めるにあたっては、海外からの労働者や、もしくは占領地における人々を労働者として雇い入れるなどして対応を行っています。そのため、大型ドローンを中心として1回の攻撃で500機以上の大型ドローンがウクライナに飛来するといったことも珍しくなくなってくる状況となっています。ただし、大型のドローンは性能が低く、撃墜されるものも多くなっています。おおむねウクライナ側は迎撃率は 90% 以上となっており、攻撃で飛来してきた大型ドローンすべてが着弾しているわけではないと説明しています。ただし、残りの 10% でも、例えば集合住宅に突っ込んでいけば、それによって亡くなる住民も多く出ることから、迎撃率が 90% 以上だからといって、それで問題ないというわけではありません。さらに、今日行われた攻撃においては、ウクライナ上空を飛び去って、隣国のポーランドに飛来したというニュースが入ってきています。ポーランド軍は、これを撃墜するために戦闘機を出撃させるなど、対応をしました。まずはそのニュースから見ておきましょう。ポーランド、ロシア無人機を撃墜、意図的侵入との見方。ポーランドは10日、領空に侵入したドローンを撃墜した NATO 加盟国による攻撃行為は2022年のロシアのウクライナ侵攻開始以降公表された事案としては初めて、ヨーロッパの政府関係者らは今回の領空侵犯は意図的なもので、ロシアのエスカレーションの表れとの指摘が出ている。ポーランドは、ロシアがウクライナ西部を中心に大規模な空爆を実施している最中に、19の物体が領空に侵入し、脅威をもたらしたとして撃墜したと発表した。トゥスク首相は、NATO 加盟国が安全保障に関する協議を要求できる NATO 条約第4条を発動したと明らかにした。NATO の報道官は、ルッテ事務総長がポーランド側と連絡を取り、緊密に協議していると述べた。NATO 情報筋は、今回の事案を攻撃ではなく、意図的な侵入として扱っていると述べた。ルスク首相は、安全保障上の脅威となる無人機が撃墜されたという事実は、政治状況を変えるものだと指摘。我々は大規模な挑発行為に対処している。このような挑発行為を撃退する用意がある。状況は深刻であり、様々なシナリオに備えなければならないことを疑う者はいないと述べた。しかし、ロシア国営通信によると、ポーランドは撃墜した無人機がロシアのものという証拠を示しておらず、ロシアによる領空侵入の非難は根拠がないと述べた。EU のカラス外交安全保障上級代表は、ロシアの無人機がヨーロッパの空域に侵入したのは偶発的なものではなく、意図的なものであることを示唆する初期の兆候があったと述べた。ロシアの戦争は終わるどころか、エスカレートしている。我々はロシアの負担を重くし、ウクライナへの支援を強化し、ヨーロッパの防衛に投資しなければならないと X に投稿した。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアがウクライナ西部を約415機の無人機と40発以上のミサイルで攻撃したとした上で、少なくとも8機のドローンがポーランドを照準としていたと指摘している。今回行われた攻撃のそれぞれのドローンやミサイルの飛行経路がこちらです。黄色の線で描かれているものが大型のドローン、赤と紫、緑がロシア軍のミサイルです。ただし、黄色の線がものすごい数になっていますが、これらすべてが爆薬を搭載した大型のドローンではありません。わざとレーダーに引っかかるようにするためのおとりのドローンもたくさん含まれています。それらおとり用のドローンは非常に簡素な作りですが、飛来すればそれに対処しなければなりません。ウクライナ側の疲弊を狙ったものです。そして、今回ポーランド側に飛来したドローンについても、その飛行経路について明らかにされています。こちらが拡大図。ウクライナ西部を飛び越えてポーランド側に侵入している飛行物体もかなりの数に上っています。そして、これがポーランド国内に着弾したドローンの様子。ポーランド軍が撃墜したものについては破片が散らばっているため、地上でこれらを観察するのはちょっと難しいでしょう。一方、撃ち漏らしたものについては原型をとどめたままで畑に突っ込んでいるものもあります。逆に言えばこれら爆発していない機体は先ほども説明したおとりの機体です。こちらの写真で見られるように原型を完全に保っています。しかし、爆薬を搭載した本命のものも含まれていました。こちらが住宅にドローンが突っ込んだものです。室内の様子がこちら。幸いにしてこのドローンが突っ込んだこの家では亡くなった人は出ていないようです。ウクライナが発表した今回の攻撃の様子、ドローンとミサイル、
合計で458の飛行物体がウクライナに襲来しました。そのうちのいくらかが NATO 加盟国であるポーランドに達したというわけです。ロシア側が意図的にポーランドに向けて攻撃機体を向かわせたかどうかについては明らかではありません。しかし、NATO 加盟国に攻撃することになってもどうせ反撃してこないだろうと、ロシア側が考えている可能性は十分あります。ただ、このようなヨーロッパ諸国を軽視するロシアに対しては、当然のように反感は強まるものです。ポーランドの大統領の言葉を見ておきましょう。プーチン氏、ウクライナで飽き足らず、他国侵攻も辞さない構え。ポーランドのカロル・ナブロツキ大統領は、ロシアのプーチン大統領がウクライナ以外の国への侵攻も辞さない構えを見せていると警告した。ナバロツキ大統領は記者会見で、我々はウラジミール・プーチン氏の善意を信用していないと述べた。ロシアと国境を接し、NATO 加盟国でもあるポーランドとフィンランドは、ロシアによるウクライナ侵攻に神経を尖らせている。ナボロツキ大統領は、もちろん我々の地域にとって不可欠な長期的かつ恒久的な平和を待っているが、プーチン氏は他国への侵攻も辞さない構えだと認識していると述べた。まさにそのために我々は軍備を強化し、パートナーシップと同盟関係を強化していると付け加えた。ポーランドが直接的に援軍を送るといったことは現在の状況ではありません。しかし、ウクライナに対する軍事支援を強化する可能性は十分あります。さて、ここからは日本の安全保障関連のニュース。ロシアからウクライナに向けて大型のドローンや巡航ミサイル、弾道ミサイルなどが撃ち込まれ続けている状況を見れば、守りを固めるのは非常に重要なことは明らかでしょう。日本においても、パトリオットミサイルをはじめとした高性能な迎撃ミサイルといったものはあります。ただしそれらは非常に高価なもので、安物の大型ドローンに対応するには値段が高すぎます。そこで現在開発が進められている防空兵器としては、レーザー砲やレールガンといったものがあります。このうち、レールガンについてのニュースが入っています。レールガンの洋上射撃試験に成功。装備庁が報告。長射程射撃&船への射撃で成果。レールガンの洋上射撃試験に成功した。防衛装備庁は公式 X でそんな報告をした。試験は6月から7月上旬に実施。海上自衛隊の試験艦アスカに搭載したレールガンから標的船への射撃や長射程射撃などに成功したという。公式 X では洋上射撃試験時の写真を4枚掲載。標的船に照準を合わせている様子や射撃時のレールガンの様子などを確認できる。なお、試験の詳細は11月11日から12日に開催予定の防衛装備庁シンポジウムで報告する予定。レールガンは電気エネルギーを利用して弾丸を発射する将来砲。弾丸初速や威力、射程を調整できるほか、弾丸サイズが小さいため、探知や迎撃されにくい。装備庁では、2023年に世界初のレールガンの洋上射撃試験を実施するなど、これまでもその成果を紹介していた。こちらが公式 X の情報発信。掲載されている写真は4枚。まずこちらが艦艇の様子。そして標的船がこちら。発射時については写真だけが公開されていました。従来の機関砲やミサイルといったものは、それぞれ役割があります。ミサイルについては射程距離も長く、性能を上げることも十分できるわけですが、大量に使えば当然のように金額面で大きく跳ね上がるもので、長期間の戦闘には向きません。レールガンやもしくはレーザー砲といったものは、本体さえしっかりと作り込んで性能を上げれば、一発一発の値段については金銭的な負担が非常に低く抑えることができるものです。現在はまだ試験段階にあるものですが、日本の基礎工業力と開発資金といったものを十分投入することによって世界レベルの実戦兵器に仕上げていくことは十分可能でしょう。さて、そんな日本の安全保障関連のニュースだったわけですが、中国は神経を尖らせているようです。専守防衛超えている。中国、過去最大となった防衛省の2026年度予算概算要求を批判。中国国防省の報道官は、防衛省が2026年度予算概算要求に過去最大の8兆8450億円を計上したことについて、専守防衛に必要な軍事力を超えていると批判する談話を出した。軍国主義の再発を決して許さないと主張した。中国で3日に抗日戦争勝利80年記念行事を開催したことにも触れ、日本側は侵略の歴史を深く反省し、安全保障分野の言動を慎重にするよう求めると強調した。日本政府は防衛力の抜本的強化に向け、2023年から27年度の5年間で防衛費を
計約43兆円とする方針。そもそも日本が防衛力の強化に努めなければならない理由というのは、軍国主義が復活しているからではなく、中国の軍拡が進み、危険性が増しているからです。そのような中国から専守防衛を超えているなどと批判される覚えはありません。ましてや、日本の開発している兵器は中国大陸に進出するためのものでは全くありません。日本国内においては、こうした中国の意見をもとにして防衛費の増額に反対する政党や議員もいます。しかし、日本の安心安全な状況といったものを守るためには、しっかりと抑止力を持ち、その抑止力だけではなく実際に戦闘になった場合においては、日本を守れる体制づくりといったものは必要です。そして中国による日本に対するイチャモンといったものは、こんなところにも見られます。台湾の蔡英文前総統が私的な旅行で来日。中国は日本に抗議。台湾の蔡英文前総統が日本に滞在していることが10日、日台関係筋への取材で明らかになった。完全に私的な旅行という。蔡氏が2024年5月に総統を退任した後、訪日が明らかになるのは初めて。蔡氏の事務所は私的な旅行のため詳細は明らかにしないとしている。蔡氏は退任後に2度ヨーロッパを訪問。2025年5月にはイギリス議会で親台湾派の議員らを前に演説している。中国外務省の副報道局長は蔡氏の訪日について日本側に抗議をしたと明らかにした。報道官は台湾独立分子がいかなる名義であっても中国と国交を結ぶ国に訪れることに断固として反対すると主張。今年が戦後80年にあたることに触れ、日本に一つの中国原則を守るよう求めた。そもそも中国が一つの中国だとして台湾を言っているのであれば、中国の人が日本に訪れることに反対するというのはそもそもおかしな話です。ましてや今回、蔡英文氏はあくまでも一般人として日本にやってきて、そして特に政治的な動きも全くしていないことから、そこに批判される言われといったものは全くありません。逆に中国で行われた軍事パレードに、鳩山幸夫元首相が参加したことは、明らかに政治的な行動であり、これを日本側が抗議する方がよほど筋が立っていると言えるでしょう。ちなみに何やってんだ中国といった話も出ています。中国、日本政府の石兵参院議員への入国禁止などの制裁撤回要求に抗議、正義の行動。中国外務省の報道局長は記者会見で、日本維新の会の石兵参院議員に課した入国禁止などの制裁措置について、日本政府が撤回を求めたことに対し、強い不満と断固たる反対を表明すると述べ、日本側に抗議したことを明らかにした。報道局長は、関氏が私利私欲のために大々的に中国を攻撃し、徹底的な反中分子だと非難。制裁措置を取ることは国家の利益を守り、国際関連にもかなった正義の行動と主張した。日本政府は、国会議員の誤った行動を抑止せず、逆に中国を非難しているとした。中国外務省は、台湾やチベット問題などで長期間誤った言論を広めたと主張して、敵視に制裁を科すと発表。林官房長官が断じて受け入れられず、極めて遺憾だとして速やかに撤回するよう求めたことを明らかにしていた。日本国内においては関氏に対して中国側のスパイだと非難する人たちもいます。しかし、関氏が中国の台湾に対する行動やチベット問題などに対して積極的に発言していることは明らかです。これに対して中国政府側が攻撃している様子を見れば、関氏が中国側のスパイでないことは明らかでしょう。そして、関氏に制裁を科した中国政府に対して、日本側が正式にこれを撤回するように求めたのは私は支持します。前半部分でウクライナ情勢、後半では日本と中国との間におけるニュースなどを取り上げました。全体の話として安全保障関連のニュースを積み合わせるようなことにしてもいいかなというふうに思っています。また、ここ最近ではそうしたちょっとマニアックすぎる安全保障の話題が続き、関心を持っていない人もちょっと多くなっているように感じます。全く毛色の違う話題についても動画を作ることによって、ちょっと皆さんの反応を見てみようかなと思い始めているところです。ちなみに今、日本国内においては自民党総裁選に向けての政治的な話題が盛り上がりつつあります。日本国内においては中国を刺激するなというような形で中国側に強い態度を取れる人物に対して非常に警戒心やもしくは批判的な言動をするとも見られます。しかし、中国に対してしっかりと抗議するようなことができなければ、それだけで中国側からつけ込まれるといったようなことが十分考えられるわけで、中国の顔色を伺うような人物ではなく、しっかりとこれに抗議することができる人物が、それぞれの政党の代表に
になっている必要があると私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをぜひともよろしくお願いします。ついでに、このチャンネルを他の方にお勧めしたり、スーパーチャットのご利用も検討してもらえると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。